500万文字。ハリー・ポッターシリーズ全7巻で約100万文字。つまり、ハリー・ポッター5セット分。これは僕が AI と一緒に書いた小説の文字数です。4巻構成、時空を超えた輪廻転生の物語。西暦187年の三国時代から、1985年の東京、2001年のソウル、そして2024年の東京へ。でも、僕は一文字も手で書いていません。今日は、これをどうやって実現したのか、開発者の視点からお話しします。まず、僕が作ったのはモインという名前の小説エンジンです。Vue3、TypeScript、ピニアで構築した、いわば小説の工場です。この工場には、3つの重要なパーツがあります。一つ目はナレッジベース。キャラクター設定、世界観、時系列、小説の記憶をすべてここに格納します。二つ目はルールエンジン。AI が勝手に設定を変えたり、キャラの性格がブレたりしないように、厳格なガードレールを設けています。3つ目はワークフロー。章ごとの生成、校閲、修正を一つのパイプラインで回します。ここで一番大事な話をします。僕は AI に小説を書いてとは言いません。代わりに、バイビコーディングという開発手法を使っています。一言で言うと、僕が建築家、AI が施工者。具体的な流れはこうです。まず DOC チェック。AI はまずナレッジベースを読み込みます。現場に入る前にまず図面を確認しろということです。次にプラン。AI が企画書を提出します。ここで僕がレビューして、承認するまで一文字も書かせません。承認後、やっとアクション。AI が実際に文章を生成します。最後にベリファイ。生成された文章が設定と矛盾していないか、品質基準を満たしているか、自動チェックします。この企画、承認、実行、検証のループを毎章繰り返します。500万文字は、このループを数百回回した結果です。でも、こう思いませんか？ AI って、放っておくと暴走するんじゃないの？その通りです。AI は優秀な新人警官みたいなもので、能力はあるけど、ルールブックがないと同じミスを繰り返します。だから僕は、層の防御を用意しました。第1層、コアプロトコル。許可なくファイルを変更するな。必ず反対中国語で思考しろ。絶対に破ってはいけないルールです。第2層、コーディングルール。キャラの口調、文体、シーンの長さなど、小説特有の品質基準です。第3層、クローダオリフレクト。AI が犯したミスを自動収集して、次回から同じミスをしないようにルール化する。いわば内部調査化です。この仕組みのおかげで、AI は巻を重ねるごとに賢くなっていきました。最終的に、こんな作品ができました。巻1、兵法物、非道なり。三国時代の宿命の始まり。巻2、不改税、我心領。1985年東京の三角関係。巻3、没。賀修税、生、他、兄嫁。韓国アイドルの復讐劇。巻4、先生、で一時不快。現代東京の最終決戦。4つの時代、数十人のキャラクター、すべてが一本の輪廻の糸でつながっています。僕が学んだ最も大事なことは、AI は代わりに書いてくれる道具ではなく、一緒に作るパートナーだということ。設計図を描くのは、今でも人間の仕事です。まとめると、AI と競争するために必要なのは、
明確な設計図と厳格なルール、そして検証のループ。コードを書くのも、小説を書くのも、本質は同じです。もし興味があれば、僕のポートフォリオに技術スタックの詳細を載せています。リンクは概要欄に。ご視聴ありがとうございました。